皆様こんにちは。ビビリの数が行くキャンピングカー生活の小宮です。よろしくお願いします。とうとう行ってまいります。ビラトリ町二部谷、ご存知の方も多いと思います。北海道ではですね、有数のアイヌ文化が残る聖地と言われている場所なんですけど、日本全国ずっとキャンピングカーで僕たち家族3人で旅をしてたんですけど、その中でですね、ある一冊の写真集に出会ったんですね。ある女性の写真家の方がアイヌ民族のアシリ・レラさんという方を密着してずっと撮り下ろしてる写真集なんですね。見入ってしまったんですけど、最初ね何も考えずに見てたんですけど、調べてみると身寄りのない子供たちを自分の中に引き取って、で今その子供たちは自分の力で巣立っていくっていうところまでやり遂げた方ということで、このねやっぱ疑問になるんですね。なんでそこまでできるのかなと思うんですよね。語弊があるかもしれないんですけど、決して裕福なそれとは違うんですよね。愛でしかないと思うんです。で、話聞いてみたいなと思ったんですね。会いたいなってすぐ思って、北海道に戻ったらいつか会いに行こうと思って今日が来ました。はい。もちろんね場所も知らないし、ただ二部谷にいらっしゃるっていうのだけは分かってるんですけど、聞き込みをしてね、レラさんのところまで行ければなと思うんですけど、今回ね家族も一緒に行くのでちょっとですね和気あいあいと行きたいし、あとビラトリ町ちょっと話変わるんですけど、和牛がめちゃくちゃ有名だと。お肉はちょっと私たちも大好きでございまして、そこもちょっといただきながらの旅になると思うんですけど、ちょっと気をつけて行ってこようかなとは思います。はい、では参りましょう。ビラトリ町二部谷の旅。美しき大自然に囲まれたビラトリ町、その中に二部谷があります。ちょうど新千歳空港から車でわずか1時間という距離にあるこの二部谷、人口は約400人の集落で、7割の方がアイヌ民族の方と言われています。アシリ・レアさんに出会うために僕たちはまず二部谷の中心地に位置するアイヌ文化博物館に行くことにします。これ多分一本の木から作ってますよね、これ。いや、すごい。アイヌにとって鮭って主食だったみたいで、その食べる分を超えては絶対取らなかったみたいですね。でこの漁が終わったらキツネやカラスの分を川のそばに残していくって書いてあるんですけど、自分だけじゃなくて、全てのもののことを考えて生活するっていう考え方ですよね。アイヌ民族にとって動物や昆虫、さらに木や草、そして道具から火や水に至るまで全てのものに魂が宿っていると考えていました。それらを総称してカムイ、つまり神と呼んでいます。アイヌ民族は2つの世界線を重んじて生きていました。一つが自分たちが生活する世界、人間の国をアイヌモシリと言います。そしてもう一つ、神の国、これをカムイモシリと言いました。この2つの世界線は権利義務で結ばれていたそうです。人間はカムイを祀り、恩恵を受けた時は精一杯のお礼をする義務がある。そうすることで神に守られる権利があると考えていました。逆にカムイは人間に祀られる権利があるため、祀られることで人間を見守る義務があると考えていたそうです。自分以外の生き物や自然を思いやることがカムイに対しての義務だと信じていました。これがトゥキパスイっていうものらしくて、これをお酒につけることでこの人間の願いを神様に伝えてくれる生き物になると信じてたみたいですね。喧嘩してる若者の頭をこれでコツンと叩くと喧嘩が収まるらしいです。すごいですね。野蛮であると言われていたアイヌ民族が実は平和的で暴力を好まない民族であったと今分かっています。狩猟や採集が中心であったアイヌ社会では、農耕社会のように一部の人への富の集中が起きなかったと言われています。つまり権力の独占がなかったわけですね。よって村ごとで起きた揉め事などはチャランケという方法で解決していたそうです。チャランケ、これは徹底的に言葉と知恵を尽くして議論するという、いわゆる話し合いのことを言うんですが、選ばれた村長同士が公開の場で永遠と議論する。劣勢になって怒りに任せて拳を振り上げた瞬間に即負け、これが一番恥ずかしい負け方だったらしいです。アイヌの男の子たちは小さい頃から論理的で力強い言葉を操れるように日々訓練を受けていたと言われています。これが知性。初めて来たな。あれ
これで何を作るか。あれ何？餅？みたいになってる。上に荷物ずらせ。行ってみましょうか。上に荷物ずら工芸の地勢。せ。こんにちは。お邪魔します。こんにちは。じゃ撮影して大丈夫ですか？あ、いいですよ。ありがとうございまありがとうす。ございます。かっこいい、これ、ことを。綺麗に知ってる。ねえ、美しいね。これお皿。お皿。皿。これ、ねえねえこういう風になるの。これ。そこの中どうやって実は作るの？アシリレラさんっていう方を探してて、知ってます。あちりん山道さんかい。はい山道靖子かい。はい。ああの方に会いたくて。ここの近くだよ。あ、そうですか。うん。はい、やはりレラさん、二部谷でもめちゃめちゃ有名でした。今日は遅いので明日伺うことにします。肝心の二部谷での車中泊なんですが、当初二部谷ファミリーランドというところのオートキャンプ場を借りる予定でした。こちら町営施設でオートサイト1泊2000円と非常にリーズナブルなお値段。しかし二部谷の温泉ユーカラに電話してみると、あるナイスな情報をキャッチします。あ、そうですか。じゃあその朝また出発まで止めててもいいんですか？ありがとうございます。なんとまさかのまさか、ビラトリ温泉湯から車中泊 OK。 しかもレストランが併設。ラストオーダーは7時半。これはつまり温泉に浸かりキンキンのビールを飲んで車で寝る車中泊のゴールデンコースを意味します。さあ、やってまいりました。4時や無料。家族風呂あるんだ。いいですね。いや、めちゃめちゃ気持ちよかったです。サウナもありました。お肉屋さんがある。売店もすごい充実してます。これビラトリの卵ですか？ああ、青い卵。こっちに確か入ってる。これ青い卵ですね。青い卵、はい美味しいんですよね、これ。明日卵かけご飯ですね、これ。ああ、いいですね。明日の朝食、ビラトリ卵もゲット。実はこの界隈スーパーがなくてですね、こちらの温泉野菜も置いているので、車中飯食材はここでゲットできると思います。しかしここで一つの問題が浮き彫りになります。実は外にトイレあるものだと思っていましたが、なんとこちら閉鎖中。よって先ほどの二部谷博物館の駐車場で車中泊させていただくことになりました。残念無念、キンキンビールはお預けになりました。乾杯。なんだかな。わ、美味しそう、すごい。ボリュームね、すごいね。すごい。ママ、ざるそばです。ママ。いただきまやだ、怒ってたから。す。これじゃあ名産のトマトジュース、ビラトリトマト。ワインみたいだわ。でもトマトジュース、本当にトマトジュースだけ。食塩とかも入ってない。ジャックみたいなやつ。何これ。やばい、老眼がやばい。耳が減ってない。ママ寝ちゃったね。うん、寝ちゃった。パパビール飲みます。うまい。映画でも見る。何見る？今日どうする？パパと一緒に寝る？ママかな。いや、今日パパなんじゃない？この感じは。なんで？
だってママもう寝ちゃったし。あ、ゴールデンカムイ見ること。これ今、ここのアイヌのさ、漫画だよ。これで一緒よ。見る見あ、る。いいね。パワーもこれ見てないからさ。お前その男をどうするつもりだ。こいつは、近くの村まで。やめておけ。その男はまたかに報いかけだ。獲物を奪われたらどこかに逃げた。あった。ここだ。ありました。いや、思ったよりこれ、敷地広いっすね。どこにいんだろう。あ、これだ、学校。音聞こえますね。多分ここだ。ちょっと一回カメラ切ります。あ、こんにちは。はじめまして。いや、レラさんです。大丈夫ですか？いいですか？すいません、急に。込み上げてみます。込み上げ。はい。僕YouTube やってて、今世の中ってこういう世の中で、レラさんみたいに文化も知りつつ、そうやって語れる方って実はすっごく少なくて、でそれを発信したいんですね。いいですか？いいですありがとうございます。では撮ります。よろしくお願いします。はい。夜美しく撮らないとダメなんでカメラ壊すよ。私は15歳から差別の問題に立ち上がったんですよね。子供のくせに生意気だって言われたけど、昔はアイヌの人たちは海の人らと山の人らで物々交換をしていた。魚と山の食べ物と交換したり、鹿の毛皮と交換したり、そういうふうにして物々交換をしてお金を生み出さなかった。武器も作らなかった。武器を持って戦うというそういう民族じゃないから。アイヌの人たちには3つの条件がある。勇気あるもの、雄弁でなければいけない、器量、この3つが揃っていたら男も女関係なく酋長に選ばれます。女の人は戦いを禁じます。自分の産んだ男の子を殺したくないからね。だから女の酋長が多かった日本列島には。で、男社会が入ってきたのね。そうするとアイヌの文化まで変わってきたんです。アイヌの人たちは戦いをしない。チャランケといって話し合いしかしない。話し合いを続けなければいけない。もしそのコタンで一人の男の子が悪いことをしたら、自分たちの指導が悪かったからこうなったんだ。親たちが話し合いしてるのを見て、その子が、
自分が悪いためにこんな大人が悩んで心配して話し合ってるんだって、次の日からいい子になった。だから戦争が大きな溝を作ってしまって、そして戦争で嘘を作ってしまって、嘘ばっかり言ってないでちゃんと歴史をちゃんと謝らないといけないと思う。そこからやり直さないと本当の平和は来ないと思います。で、平等でなければならない。だから国ももうちょっと話し合いをして疲れたらやめればいいんだよ。これみんな巣立ってったんですね、ね今は。そうそうそう。でその子たちって今もやっぱ会いに来るんですか？甘つけ来ますよ、ちゃんと。あ、そうですか。可愛いですよ、やっぱり。いや、そうですよ。だってうんだって母親と一緒ですもんね。2歳ちょっとくらいで来てるからね。でレラさんが食べさせていくんですか？そうそう、もちろん。だってすごい大変だったよ。すごいお金かかりますよね。そう、内地で働きに行ってきたお金ね、全部使い果たしたし、それ他に働いていた。教育だけが子供の基本じゃないっていうことを知ってほしい。テスト子供だけを作っちゃダメだと思うんですよ。学校に先生にもこれは言えると思います。大人の教育が必要だと思います。子供に教育なんて必要ないでしょ。子供は子供で素直に育つんだからさ。だから私たちは小さい時から体で覚えさせられるんです。父親がこうちょっとした崖のところに私はポンと押すんです。登ってこいって言うんですよ。まっすぐ登ろうとするとずるずる後ろに落ちて登れない。一回そこに止まってごらんっていう。よく見てごらん。動物がどういうふうに上がってる？鹿が上がった後を見たら斜めに上がっていってるんですよ。我々は地球にしか住めないんです。動植物もすべて。それを私たちは壊してる。私たちは何も作ってない。太陽も月も空の星も雲も雨も降らしてない。大地だって草木だって植えた覚えもない。二酸化炭素を木は吸い取って酸素を送り出して動植物を生かしてる。でもそれを動物は種を植えてるのは動物です。言葉を持たない動物なんです。クマも種ごと食べて春に冬眠明けしたら糞をする。その種が飼料となって見事なブドウ酒とか栗とかくるみを作ってる。植林の神様といってリスは冬中食べる分だけ植えて、春暖かくなったら植えた場所を忘れて木の実を食べて葉っぱを食べていくんですね。で植えたところからどんどん芽が出て、鳥は枝からポトポトうんこで種ごと落として増やしていく。風はタンポポとか全部が吹かしていく。動植物は全て自分の力で自然のサイクルを作ってる。で私たちはそれもいただいているにもかかわらずそれを返すことをしてない。自分たちが種植えて畑やってるから動物が食ったとかじゃなくて、ゴミとかわらびとかそういうの取っても必ず1本か2本は残す。その分け与える、来年のためにで動物のために。やっぱうつ病の人たちがものすごく多いと思うんですよ今。最近多いですよね。精神的なものがやられていくのは科学とか文明とかを重んじるせいだと思うんですよ。自然の中に関わっていこうとする人が少なくなったと思います。それも大事だけど、それよりももっと人間性の心や精神的なものを養うことを忘れてしまったんじゃないか。道徳とか山とか森とか自然の環境とか地球に対する愛情とか、そういう大切なことが全部欠けてると思う。森は助けてくれるよ。レラさんに会いに行きたいと思わせてくれたこのアイヌ風の肖像。作り手の宇井真紀子さんはレラさんたちと共同して生活する中でレラさんが放ったある一言に大きな感銘を受けたと書いてあります。それはある小さな子供がおぼつかない足取りで床に置いてあるコップに足を引っ掛けて水をこぼしてしまった時のこと。レラさんは優しく、ああそこに水を飲みたいカムイがいたんだねと言ったそうです。明治以来アイヌ民族は言われなき差別を受けてきた。しかし今時空を超えてさまざまな形でアイヌ文化が注目を集めています。
地球を心から愛したアイヌ民族の精神文化は現代の私たちにとって重要な教えがあるような気がしました。リラさん、ありがとうございます。また行くぜ。ラストはこちら、ビラトリ和牛ということで、地元の方にお聞きして行ってきました。うまいビラトリ和牛が食べれるお店、こちら黒べこさん、お邪魔しました。黒べこの人気メニューはこちら、和牛黒べこスペシャルステーキ 300g なのですが、地元の方に聞いたおすすめはこちら、ステーキとハンバーグセット。ハンバーグも特に美味しいという話を聞きました。よってこちらいただきましたが、本当にジューシー、めちゃめちゃ美味しかったです。ビラトリ牛もしつこくない脂、さすが北海道牛のブランド牛というところでした。美味しかった。しかしお肉にしっかり下味ついてます。タレのかけすぎで妻と娘はかなりしょっぱかったようなので、ここは注意が必要です。北海道平取町二部谷の旅、ぜひ皆さんも伺ってみてください。最後に快くインタビューを引き受けてくれたアシリレアさんに心からの感謝を。ありがとうございました。